皆さんこんにちは、なみです。今回はバレンシアの観光地をまとめて紹介していこうと思います。実際にバレンシアに住んでみて、ここが人気という観光名所を集めてみたので、ぜひお楽しみください。まず最初に紹介するのはサンタマリア大聖堂、バレンシア大聖堂とも言われる教会について紹介します。バレンシアのサンタマリア大聖堂はローマ時代の神殿跡に建てられ、イスラム時代にはモスクとして使われた後、キリスト教の大聖堂として再建されました。長い歴史の中で改修を重ね、ゴシックを中心にロマネスク、バロック、ルネサンスなどさまざまな建築様式が混在しています。使徒の門と呼ばれるこちらはゴシック様式。この周辺にはとても美しい大きな広場があり、ドゥリアの噴水と呼ばれるこの噴水はドゥリアの川とその運河を表しています。この周辺にはレストランが多くあるので、ここで昼食をとるのもおすすめします。こちらのメインの入り口はバロック様式となっています。また大聖堂内にはイエスの最後の晩餐で使われたとされる聖杯も展示されています。私が一番印象に残ったのはこちらの大理石でできた窓です。薄くカットされているため、外の光を通し内部を照らしています。教会の見学には10ユーロの入場料を支払いました。音声ガイドを借りることもできましたが、日本語はなく英語のガイドを借りました。中はとても広く広大なので、ガイドのナンバーに沿って進んでいきます。一緒に中を見学していきましょう。教会内部にはスペインの宮廷画家ゴヤの宗教画も見ることができます。博物館もあり、宗教画や彫刻など貴重な資料を近くで観察ができます。地下には当時のお墓などがあり、実際に発掘された骨などもありました。最後のこの部屋には聖杯があり、ガラスケースの奥に見ることができます。次に紹介するのはバレンシアにあるハルディン・ボタニコと呼ばれる植物園です。この植物園は1567年に設立されました。
主に医学研究に関した植物を育てる庭園だったそうです。現在では希少種や絶滅危惧種の保全などを行っているようです。入場料は4ユーロでした。チケットはかわいいお花柄です。植物園では4500種以上の植物が栽培されており、園内は広大で通路には植物たちがはみ出している状態です。ですが一つ一つきちんと手入れが届いており、ベンチも多いのでここで座って休むととても心地がいいです。中には変わった植物やサボテンなどが目の前で観察ができちゃいます。一緒に植物園内を見ていきましょう。次に紹介するのはバレンシア中央市場。バレンシア最大級の屋内市場で、観光には外せない場所の一つです。市場の中には1200以上の店舗が並んでおり、肉や魚、野菜や果物、チーズなどなどたくさんの食材が売られています。中にはレストランなどもあり、少し値段は張りますがとても美味しいと地元では有名です。建物自体も美しく、建物のタイルのデザインを模したエコバッグなども販売されていました。営業時間は月曜日から土曜日の朝7時半から3時までの営業です。午後はかなり混むので、市場に行く際は午前中に行くことをお勧めします。こちらのお店でマンゴージュースを買いました。早速飲んでみようと思います。ほぼもうマンゴーを絞っただけですねすごい美味しいです。1つ3ユーロでキャッシュだけかなと思ったんですけど、クレジットカードの支払いもできました。スペインといえば生ハムやサラミ、探せばお買い得にその場で食べれちゃいますので、ぜひお楽しみください。バレンシアには中央市場以外にも素敵な市場があり、その中でもコロン市場はおすすめです。中にはハンドメイド作家さんのかわいい雑貨やアクセサリーが販売されており、どれもとってもかわいいです。レストランやカフェもあるので一休みもできますよ。
バレンシアへ来たなら忘れてはいけないビーチ。バレンシアはビーチへのアクセスもしやすく、すぐに行くことができます。ただしスリも多いので荷物管理はしっかりしておきましょう。人気のビーチにはこのようにシャワーもあるので、砂で汚れた体を簡単に洗うことができます。バレンシアへ来た際は自転車をレンタルして街を観光することもおすすめします。芸術科学都市と呼ばれるモダンな施設群はとても広く、自然公園や水族館、科学館などがあります。とても広い施設の間には水が引かれており、海が近いバレンシアを表しているようです。すぐ近くにはヨーロッパ最大の水族館があり、別の動画で紹介していますので、そちらもご覧ください。場所は科学都市近くではないんですが、バレンシアにはビオパルクと呼ばれる動物園もあり、とってもユニークな動物園なので、ここもとてもおすすめです。こちらも別の動画で紹介していますので、そちらをご覧ください。科学都市近くにはサレールと呼ばれる大きなモールもあるので、お買い物にはおすすめです。目の前の噴水がとっても綺麗だったので、たくさん撮影してしまいました。サレールは観光客にとても人気で、科学都市へ遊びに来たついでに寄る人が多く、店内には人気のアパレルショップがずらりとあります。バレンシアではよく見かけるこちらのお店、ミサコは手頃な値段でデザイン性も良く、スペインにしかないお店なのでお土産には最適です。もしバレンシアでお買い物を楽しみたいなら、ボナイレと呼ばれるショッピングセンターへ行くことをお勧めします。バレンシア空港のすぐ横にあるこのショッピングモールは、可愛い服やアクセサリー、家具、お土産に使えそうなお菓子などなど何でも揃うイメージです。中でもプライマークと書かれたこのお店は比較的安くておすすめです。とっても綺麗で広いので一日中楽しめちゃいます。もちろんスペインといえば日本でも人気のザラもあります。値段は正直日本と変わらず高いです。でも日本にない露出が高い服も多く販売されているような気もします。ちなみに私が背負っているリュックは動画内で紹介したミサコです。ミサコはボナイレにもあるので、ぜひ見てみてくださいね。ボナイレの目の前にはアウトレットもあるので、そこも忘れずに寄っていきましょう。こちらのレフティーズというアパレルは安くて可愛いのでおすすめです。今私たちはバレンシアの中心街にあるラ・ペティテ・ボリオチェというお店に来ています。今朝でもないかな。今お昼ぐらい、お昼ちょっと早いぐらいなんですけど、結構人が多いですね。で、今回はですね、トーストとカフェコンレチェ2つとクレープを1つで、だいたい11ユーロでいただいてます。ぜひバレンシア来た時に遊びに行ってみてくださいね。バレンシアへ来たならカフェでの朝食もおすすめです。スペインでは日本と同じようにカフェでの朝食の文化があり、デサユノと呼ばれる朝食メニューはだいたいどのカフェも3ユーロほどでバケットとコーヒーのセットで朝食が食べれます。スペインではオリーブオイルが有名なので、オリーブオイルと少しの塩、焼きたてのバゲットは最高に美味しいです。オリーブオイルと一緒にトマトをすりつぶしたものもあり、そのメニューもとても美味しいので、ぜひ試してみてくださいね。私たちはカフェが好きなので、いろんなカフェで勉強したりパソコンで作業をしたりしていました。
バレンシアには素敵なカフェがたくさんあるので、ぜひ探して行ってみてくださいね。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。バレンシアの生活は10ヶ月ほど経ちますが、ちゃんと自分が気をつけていればとても安全な街です。動画で紹介したように観光名所もたくさんあるので、ぜひ行ってみてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。ナミでした。